今回は本当に重要なテーマについてお話ししたいと思います。もしかしたらあなたやあなたの大切な人が知らずに飲んでいるかもしれない偽物の薬。有効成分が入っていないだけならまだしも、体に害を及ぼすものまであるって言われたら怖いですよね。じゃあそんな偽造医薬品をどうやって見分けたらいいんでしょうか。一緒に見ていきましょう。すべてはある患者さんがお医者さんに言ったこの一言から始まったんです。先生からもらったイベルメクチンは気分が悪くならない。でも自分で買ったやつは中身が違うに違いないんです。一見なんてことない言葉に聞こえるかもしれませんけど、これがとんでもない問題の入り口だったんですね。そう、見た目は全く同じだったんですよ。製品名も製薬会社の名前も。でもこの患者さんの何かおかしいっていう直感を信じて、その薬を研究所で分析してみたんです。そしたらもうびっくりするような結果が出ました。ネットで買った薬には変な添加物が入っているし、肝心の有効成分はなんと測定できないくらいほんのちょびっとしか入っていなかったんです。さあここからは日本の厚生労働省が行った公式の調査の裏側を見ていきたいと思います。個人で輸入された薬の中から一体何が見つかったんでしょうか。13、この数字何だと思いますか。実はこれ研究者たちが実態を調べるために旧の個人輸入サイトから実際に購入したイベルメクチンのサンプルの数なんです。この13種類を徹底的に調べたんですね。その結果が、本当に衝撃的で、この表を見てください。まず驚くのは、処方箋が必要な薬なのにそれを見せてくださいって言われたことが一度もなかったってことです。ありえないですよね。でさらにですよ、サンプルのうち約4割 38% はどこで作られたのかすらわからない。そして有効成分が足りないものやちゃんと体の中で溶けるかどうかを調べる溶出試験っていう薬として当たり前のテストに落ちちゃうものまであったんです。これがその詳しいデータなんですけど、特に見てほしいのがこの赤い部分。これ有効成分の量が足りなかったサンプルです。ひどいものだと書いてある量の 80% くらいしか入ってなかった。これじゃ効くシャツの薬も効かないですよね。じゃあここからが本題です。こういう偽物とか質の悪い薬をどうやって見分ければいいのか。まずは誰でもできる見た目のチェックポイントからいきましょう。これ見てもらえれば一目瞭然ですよね。左がちゃんとした本物の薬のパッケージで、右が実際に届いた偽物です。本物はしっかりした箱に入って密封されてるのに、偽物は見てくださいよ。これラベルも何もないただのプラスチックのケース。こんなので送られてきたらもうその時点でアウトですよね。パッケージがボロボロだったり、箱やラベルの印刷が安っぽかったり、錠剤の色が違ったり、ロゴがにじんでたり、いろいろありますけど、今回の調査で実際にあったのが説明書が入ってないケース。13個のうち3個がそうでした。どうやって飲めばいいのか、どんな副作用があるのか何もわからない。これはもうめちゃくちゃ危険なサインです。でこれって日本だけの話じゃないんですよ。例えばオーストラリアの当局もこの表にあるようなブランドは品質基準を満たしてない偽物だから気をつけてって何度も警告を出してるんです。でも本当に怖いのはここからなんです。見た目でわかる危険なんてまだ序の口。本当にやばいのは目に見えない部分です。じゃあその錠剤の中身一体何なのかって話ですよね。有効成分が少ないなんてレベルじゃないんです。中には有効成分が全く入っていない偽物まであるんですよ。これ信じられますか？実際にあった話なんですけど、カプセルを調べたら薬の成分はゼロ、中身は全部ただのでんぷんだったと。もう何のために飲んでるのかわからないですよね。全く意味がない。いやでも話はもっとひどくなるんです。ベルギーでの研究で分かったんですが、錠剤そのものがなんと危険な微生物、つまりばい菌に汚染されているケースがあったんです。不潔な場所で作られてるから薬に細菌とかカビが混じっちゃってるんですね。見てくださいこれ。食中毒の原因になるセレウス菌とか、そのベルギーの研究だと調べた薬のなんと 46%、 ほぼ半分ですよ。半分からやばい細菌が見つかったんです。病気を治すために薬を飲んでるのに、これじゃあ逆に病気になるための菌を飲んでるようなもんじゃないですか。問題はばい菌だけじゃないんです。同じ研究で科学的な不純物も見つかりました。例えば製造工程が雑だから普通は取り除かれるはずの工業用の溶剤が安全なレベルをはるかに超えて残っちゃってるとか。もう何を飲まされてるんだか。ここまで本当に怖い話をしてきましたけど、じゃあ私たちはどうやって自分を守ればいいんでしょうか。その方法を見ていきましょう。結局当たり前のことなんですけど、すごく大事なことなんです。ちゃんとお医者さんや薬剤師さんに相談する。処方箋なしで薬を売るような怪しいサイトは絶対に使わない。届いた薬のパッケージをしっかり見る。そしてなんか変だなって思ったらすぐに飲むのをやめて専門家に相談する。結局正規のルートじゃないところで手に入れようとすること自体が自分の健康を守るための安全装置を全部無視してるってことなんですよね。ネットでちょっと安く買えるお買い得品でも、そのせいで失うかもしれないものが自分の健康だとしたらどうでしょう。その値段本当にお買い得なんでしょうか。
そのリスクを被る価値が本当にあるのか、もう一度考えてみてほしいと思います。はい。さて今回はですね、あなたが送ってくれた資料をもとにイベルメクチンの異製薬、あるいはその品質の低い医薬品の問題についてちょっと深掘りしていこうと思います。はい。パンデミックの時に、一躍有名になった薬ですけど、個人輸入で手に入るものには一体何が入っているのか、その中身が正直ちょっと想像を絶するものでしたね。そうなんですよね。これ、単に本物か偽物かみたいな、そういう単純な話じゃないんですよね。はい。資料を読んでいくと、有効成分の量がおかしいのは序の口で、なんか謎の添加物とか、さらには入っているはずのない危険な汚染物質まで見つかったと。まさに。まるで闇鍋みたいな実態が見えてきたので、今日はこの個人輸入される医薬品の知られざるリスクを具体的に、そして分かりやすく解き明かしていければと思います。世界的な健康危機が起きると、どうしては特定の薬への需要が爆発的に高まりますよね。はいはい。でも正規のルートでは手に入らない。そうなると、やっぱり人々が頼るのがインターネットを介した個人輸入というわけです。ただ、そこには規制の目が全く届かない。この巨大な需要っていうのが、品質が保証されない製品とか、もっと悪意を持って作られた偽造品が溢れかえる、格好の市場になってしまうんです。なるほど。なので今回は、資料にある日本のクリニックで実際に起きた事例から、厚生労働省の研究班による科学的な分析、さらには海外の公的機関の調査結果まで、複数の視点からその危険性に迫っていきたいですね。まずはすごく生々しくて、だからこそ引き込まれる話から始めたいんですけど、ええ。ある日本の肛門科の先生のブログです。先生の患者さんが、いつもと同じはずのイベルメクチンを飲んだらひどく気分が悪くなったと訴えてきたそうなんです。製品名も作ってる製薬会社も見た目は全部一緒なのに、その患者さんは先生のところで処方されたものとは絶対に中身が違うはずだってすごく強く主張したっていうんですね。面白いのはその患者さんの直感が正しかったということです。やっぱり。そこで先生が患者さんが持ってきたその薬を成分分析に出してみたんです。そしたら驚くべき結果が出まして、はい。イベルメクチン自体はちゃんと含まれてはいたんです。入ってはいたんですね。でもなぜか含有量を正確に測定できなかった。そして決定的だったのが、クリニックで正規に処方している薬とは異なる添加物が使われていたことが分かったんです。添加物が違う？それって主成分は同じでも錠剤を固めたりする周りの部分が別物だったってことですか？おっしゃる通りです。薬の素人からすると主成分は同じならいいんじゃないのって思っちゃいそうですけど、そんな単純な話じゃないんですね。全く違いますね。薬っていうのは有効成分そのものだけじゃない。それを体内の適切な場所に適切なタイミングで届けるための、言ってみればデリバリーシステムなんです。デリバリーシステム。なるほど。そのシステム、つまり添加物の配合とか製造方法が異なれば効果の出方が変わったり、あるいは予期せぬ副作用、まさにこの患者さんのように気分が悪くなるといった健康被害を引き起こす可能性がある。偽薬問題の根深さの一つがここにあるんですよ。なるほどな。同じ薬を飲んでるつもりでも全然違う乗り物に乗せられてるようなものなんですね。しかもその先生、海外の医師仲間から流通してるイベルメクチンからカドミウムとか鉛みたいな有害な金属が検出されたわなんて話も聞いてるらしくて、これはもう添加物が違うどころの話じゃないですね。その通りです。見た目は同じでも中身は全くの別物というケースは残念ながら珍しくないんです。ではその中身についてもっと科学的に掘り下げていきましょう。厚生労働省の研究班が実際に個人輸入代行サイトでイベルメクチンを買ってその品質を調査してるんですよね。この結果がまた衝撃的で、まず最も悪質なケースとして有効成分が全く入っていなかったというものがありました。全くゼロですか？ゼロです。錠剤の中身はすべてでんぷん。つまりただのラムネ菓子みたいなものです。もちろん治療効果はゼロ。これはもう詐欺以外の何物でもないですよね。ただもっと頻繁に見られるのは有効成分が足りないケースだそうですね。厚労省の調査ですと、購入した13サンプルのうち2サンプル、割合にして約 15% が有効成分の含有量が規定の 90% に届かない不適合品でした。 15%？ 具体的にはパッケージに書いてある量の80% から 83% 程度しか含まれていなかったと。8割ですか？素人考えだとゼロよりはマシかななんて一瞬思っちゃいますけど、薬の世界ではそれは通用しないんでしょうね。中途半端な量だとむしろもっと悪いことが起きたりするんですか？それは非常に重要なご指摘です。効果が十分に得られないのはもちろんですが、病気によっては中途半端な量の薬を使い続けることで病原体がその薬に耐性を持ってしまう、いわゆる薬剤耐性というより深刻な問題を引き起こすリスクがあるんです。なるほど。そしてこの問題は日本だけじゃないんです。オーストラリアの薬品医薬品行政局 TGA もアイバジョン12とかアイバサン12とか具体的な製品名を挙げて成分量が足りてないと繰り返し警告しています。しかも特にひどいなと思ったのが、同じ箱に入っている錠剤でも成分量にばらつきがあるという点なんですよ。そうなんです。ある錠剤は表示量の 77% しか入ってないのに、隣の錠剤は 89% だったり。まさにこれはもう品質管理という概念が製造工程に一切存在しないことを示しています。毎回飲むたびにどれくらいの有効成分を摂取しているのか全くわからない。
もはや医薬品じゃなくてロシアンルーレットみたいなものですよね。有効成分の量が大事なのはよくわかりました。でも資料を読んでて私が一番驚いたのが、たとえ成分量が 100% 正しくても全く意味がないケースがあるという部分でして、ええ、これ一体どういう仕組みなんでしょそこが偽薬のもう一つの巧妙な罠なんです。薬品は飲んだだけでは効果を発揮しません。胃や腸で正しく溶けて体内に吸収されて初めて効くわけです。う。はい。このちゃんと溶けるかどうかを調べるのが溶質試験というものなんです。溶けるかどうかですか。ええ。そして厚労省の調査では13サンプルのうちなんと3サンプルがこの溶質試験で不適合という結果になりました。3サンプルも。ええ。有効成分は規定量入っているのにです。うわー。これはつまり飲んでも体内で適切に溶け出さずに有効成分が吸収される漏れにそのまま体外に排出されちゃう可能性が高いということです。ということは、せっかく飲んでもただの硬い塊が体の中を通り過ぎていくだけかもしれないと。そういうことになります。有効成分が 100% 入っていても体に届かなければ意味がない。それはまるで栄養満点の食事が目の前にあるのに口が開けられないみたいなものですね。まさにその通りです。製造技術、特に錠剤を固める際の添加剤の配合とか圧力の調整が不適切だとこういうことが起こります。正規の製薬会社が莫大なコストと時間をかけて確立しているノウハウがそこでは完全に無視されている。一見すると品質に問題がなさそうに見えるだけに、これは非常に見過ごされやすい隠れたリスクなんです。ここまでは薬が足りないとか機能しないという、いわば効果がないという話でした。はい。でも資料にはここからさらに恐ろしい事実が書かれています。薬にあってはならないものが混入しているケースです。これはもう効果がないどころか積極的に有害だっていうことですよね。はい。ベルギーの公衆衛生研究所が行った調査がその深刻さを物語っています。まず化学的な不純物、製造工程で使われる化学用媒の 2- プロパノール、いわゆるイソプロペルアルコールですね。はい。これが安全基準を大幅に超えるレベルで残留していた検体がありました。待ってください。イソプロピルアルコールって消毒用のアルコールの成分ですよね。ええ。手を消毒するような液体が飲む薬の中に基準値を超えて残ってるんですか？なんでそんなことが起きるんですか？製造過程での洗浄が不十分だったり、そもそも不衛生でずさんな環境で作られていたり何よりの兆候です。うわー。しかし本当に恐ろしいのはその次です。二微生物汚染。微微生物汚染。調査された製品の 46%、つまり約半数から深刻な細菌汚染が見つかったんです。半数。検出された細菌の中には食中毒の原因として知られるセレウス菌も含まれていました。セレウス菌ってチャーハンとかパスタで食中毒を起こす薬を飲んで食中毒になる可能性があるってことですか？そういうことです。それはもう薬ですらないじゃないですか。病気を治すために飲んだ薬が別の病気の原因になるという本末転倒な事態が起こり得る。医薬品は無菌状態か、あるいは厳しく管理された衛生環境で作られるのが大前提なんです。ですよね。それが全く守られていない。セレウス菌だけでなく様々な環境菌が検出されており、病気で免疫力が低下している人がこんなものを服用したら何が起こるか予測もつきません。これら全てを踏まえると個人輸入のリスクの大きさが本当に身に染みてわかります。ではこれだけ問題があるとすると、我々消費者が偽薬を見分ける方法っていうのは何かあるんでしょうか？専門家はいくつかの物理的な違いを指摘しています。例えば製品と比べて錠剤に刻まれている刻印が不鮮明だったり、錠剤自体が脆くてちょっと触っただけで崩れやすかったり、あるいはパッケージのロゴの印刷が粗雑だったり、本物ならあるはずの開封防止のホログラムシールがなかったりといった点ですね。でも手元に比べるための製品がなければまずわからないですよね。それに今の偽造品って精巧に作られてるでしょうし、素人がそれだけで 100% 判断するのはほぼ不可能に近い気がします。おっしゃる通り、極めて困難です。だからこそ最も確実で唯一の対策は、そもそも医師の処方箋なしに個人輸入代行サイトみたいな非正規のルートで購入しないということにつきます。やはりそこに行き着くわけですね。資料にもありますが、これらのサイトは処方箋の提示を求めませんし、税関をすり抜けるために内容物をギフトだとかサプリメントだとかに設定を送ってくることさえある。安全を守るためのフィルターが何一つ機能していないんです。なるほど。今回の話をまとめると、個人輸入でイベルメクチンを手に入れようとクリックしたとき、実際に自分の手元に届く可能性があるのは、1、ただの澱粉の塊、2、成分が足りない効果の薄い薬、3、体内で溶けないただの石ころ、あるいは最悪の場合、4、有害な化学物質や食中毒菌で汚染された毒物、この4つのうちのどれかだということですね。残念ながらその通りです。そしてこの問題は個人の健康被害だけでは終わらないんです。もっと大きな視点で見ると、これは世界的な公衆衛生に対する重大な脅威にもつながっていくんです。と言いますと、イベルメクチンはもともとアフリカなどで深刻な被害をもたらしている寄生虫病、例えばオンコセルカ症、通称河川盲目症といった病気の特効薬として開発されました。今でも多くの人々の命と視力を救っている。もし今回見てきたような成分量が不十分な薬が世界中で使われ続けたらどうなると思いますか？さっき話に出た薬剤耐性ですね。その通りです。中途半端な量の薬で寄生虫を叩くことで、生き残った寄生虫が薬への耐性を獲得してしまう。結果的に薬が効かないより強いスーパー寄生虫を生み出してしまう可能性があると。まさに
そうなれば人類が何十年もかけて築き上げてきた寄生虫病の根絶計画が根底から移されかねない。ある一人の手軽に薬を手に入れたいという安易な選択が巡り巡って地球規模の医療問題を引き起こす引き金になりうる。この構造は非常に根深く、そして深刻な問題なんです。個人の選択が意図せず世界的な問題につながってしまうわけですか。今回の資料は世界的な健康危機という状況がいかに偽造品を売る人々によって悪用されるか、その実態をまざまざと見せつけてくれました。そしてこれは医薬品だけの話ではないのかもしれません。需要が供給を大きく上回り、正規のルートが限られている製品、それが何であれ、私たちの目の届かないところでどのような闇市場が形成されているのでしょうか。そして私たちはオンラインで安易に購入ボタンをクリックするとき、知らず知らずのうちにどのようなリスクを受け入れ、そしてより大きな問題に加担してしまっているのでしょうか。